誰に何と言われようと iPad mini が大好きなんです。はい、理想の書斎作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。いきなり結論ですが iPad mini 6がさらに便利に Z 合体メガ進化してしまいました。iPad mini のポテンシャルをブーストさせる理想の書斎作り流シーン別トランスフォーメーションも晒します。実質無料の最強どこでもデュアルモニターモードも完成です。とはいえ決して万能マシンではないんで、デメリットやおすすめしない使い方にも触れさせてください。用途は日常生活&デスクワーク&時々 YouTube 動画投稿的なサムシングなんで、お役立ていただける同士の方も多いかと思いきや、様々な理由から全然参考にならん可能性もある一方で、逆に iPad mini 7や iPad mini Ultra Max でも使える普遍的マル秘テクニックを見つけちゃった可能性も否定できません。独断と偏見とリビドをたっぷりにお話ししていきます。まずは iPad mini 6自体の Z 合体メガ進化についてです。手持ちはアイリングスライドで縦持ち、横持ちの両方いけます。充電マグネットと逆サイドだとペンを一緒に抱き込む不快感から解放されます。手持ちでメモするときにペンを脱着しやすいのもメリットです。手書きも完璧です。ペンホルダーのせいで不安定になると思いきや、滑り止めゴムがガタつきと滑りを両方ビタッと止めてくれます。アイリングを右手の下側に寄せておくと右手でのペン書き安定感マシマシです。斜めスライドで縦画面用の手書きスタンドにも早変わります。横画面と同じくアイリングを右手の下に寄せた方がペン書き安定感が100倍高まるんでご自愛ください。ちなみにこの手書き安定性重視活動のせいでリングの位置が iPad の端っこからどうしてもちょっとだけ離れちゃうんで、手持ちの時はリングをちょいとだけ外側に傾けるのを忘れないでください。 iPhone からモフとスナップオンをむしり取って移植するとアイリングより大きく画面を起こせます。ミドルポジションの完成です。スターバックスで天井のシャレオツ照明が画面に映り込んで邪魔くさすぎる時も画面の角度を変えれば解決できます。もちろん手書きもいけます。キーボードやマウスでがっつり PC ライクに作業するときはマジェックスタンド M でのハイポジションがベストです。全方位でスタンドできます。全方位とか無意味、縦と横の2つで十分って思いますよね。 USB-C 端子の所在が我々のケーブルオブライフを左右します。それでは取り付けの注意点を説明させてください。アイリングスライドは粘着力が半端ないんで、できれば1回で決めちゃってください。本番前にマスキングテープでの仮止め試行錯誤を強くお勧めします。すでに貼り付け失敗こいて積んどるよって同士の方、ご安心ください。無水エタノールの力を借りましょう。粘着面に横からひたひたに垂らして数分待てば冗談みたいに楽々取れます。ガジェット用ティッシュのキムワイプおばちゃんとセットでフキフキすれば完璧です。ちなみにシルバーはだいぶいかつい印象だったんで、僕は半透明色でフィニッシュしました。マジェックスタンド M の新たな超絶有益情報も暴露します。磁力が弱くて展開時に外れちゃうって弱点あったと思います。2つの攻略法を発見してしまいました。1つ目、金属プレートをリンゴの紋章に近づけると磁力倍増です。ドッキングシートがない状態でマジェックスタンド M のマグネットで iPad mini の背中をトントン探ってみてください。リンゴの周りだけグッと引きつけられるのがわかるはずです。この聖なる力が感じられる範囲内に金属プレートを持ってくれば磁力が倍切るとされて展開時に外れちゃうストレスをゼロにできます。シールは何度でも貼り直せますし別売りもされてるんでぜひ試してみてください。でもう一つの方法が改めて新しいマジェックスタンド M をポチり直すという鬼畜の所業です。1年4ヶ月前に買ったスペースグレーとブラックだとこうなります。無駄に外れちゃうんです。では最近新たに買ったスペースグレーとシルバーで同じようにやってみます。どうでしょう。絶対明らかに違います。おそらくマジェックスタンド M はサイレントアップデートで唯一の弱点がしれっと隠蔽されたものと邪推します。せっかくなので色合いもご紹介すると、スペースグレーだとこう、シルバーだとこう、ブラックだとこんな感じです。
貼り付け位置のこの意味深な偏りですが、受け狙いではありません。まず左に寄ってる理由は、縦画面手書きでの右手の重みによるぐらつきを防ぐためです。上下の位置調整には3つの論点があって、まず縦画面で置くときにマジックスタンド M の下の端っこで高さを作ってマグネットコネクタを守りつつ、次にできるだけリンゴの磁力倍増パワーも受けつつ、最後に横画面で自立できるバランスも取りたい、そんな感じです。手書きを安定させるためにアイリングも左下に寄ってくるんで、結果的にちょうどいい具合に収まってくれた印象です。正直な話、柔らかいところ、例えばフェルトのデスクパッドの上では横画面で若干不安定になっちゃうんですが、僕はデスクパッドの上ではそもそもローポジションでしか使わないんで全然問題なしと思っています。そしてペンホルダー、ドリップさんのレザーアップルペンシルホルダーで優勝です。見た目もミニマルかつオシャンティーで、その上充電もできて素敵すぎます。手書きを安定させるには極力下側に寄せた方が良さそうです。ということで、各ポジションの使い勝手や力のモーメントの釣り合い、地球の自転や見た目の収まり、黄金比など踏まえつつミリ単位で追い込んだ結果はこちらです。気になる方は一時停止でチェックしてみてください。もっといい方法やアイテムなどぜひコメントで教えてもらえるととっても嬉しいです。ところで今 iPad に直接ペタペタとかないわーってドン引いてますよね。僕自身捨て身で散々ペタ散らかしてきた上で初めて分かったんですが、全て己の指と爪だけで綺麗に剥がせます。塗装剥げとかベタつきとか色移りとか一度もなかったです。ケースなしの裸運用とかないわーって方は、全てのアクセサリーをケースの上からつけちゃうのもありです。すみません、やっと前座が片付きました。それではこの動画の核心、アップル沼の荒波に立ち向かう風前の灯火がたどり着いたシーン別 iPad mini 活用トランスフォーメーションに突入していきます。3つあります。1つ目、マスタリーブレンドモード。ペン書きとタイピング、ポインタ操作の全てを超シームレスに融合できます。 iPad mini は左右が分かれる分割キーボードと相性抜群なのでご自愛ください。2つ目、ネオ文豪モード。文章作成が最高にはかどります。お気に入りのキーボードを使える分 MacBook よりもはかどります。そして最終奥義、俺的過去一ワクワクスタイルがこちら、どこでもデュアルモニターモードです。例えば iPhone で文章作成しつつボタン一撃で iPad で調べ物やメモの確認ができます。 Mac には近くの別の Mac や iPad を操作できるユニバーサルコントロールって紙機能があるんですが、 Mac なしで iPad mini と iPhone の間でこれを実現した雰囲気を醸し出せてしまいます。同じく Apple デバイスの標準連携機能のユニバーサルクリップボードとの合わせ技で iPad mini でコピーしたものをiPhone にペーストとか普通にいけます。いやいや MacBook でよくねって思いますよね。 MacBook vs iPad 論争を話し出すと長くなるんで、僕自身の結論だけをお話しすると、01のひねり出しとシングルタスクへの全集中とどこでも手持ち力は iPad の勝ち。仕上げ作業と情報の統合と作業の守備範囲は圧倒的に MacBook の勝ち。要は使い分けです。これはテクニック論に過ぎませんが、 iPhone と iPad なら集中モードの発動で表示アプリや壁紙まで一気に切り替えられたりもします。しかもちょっと冷静に考えてみてください。 iPhone は我々の初期装備なんで実質無料。一番長いケーブルでも30センチなんで四捨五入で0メートルイコール実質無線化に成功。その上ですね、なんと全部がちっぽけな袋に収まります。これ実質手ぶらです。ということでおめでとうございます。我々はついに MacBook では成し得ないどこでも手ぶら無線デュアル無料マスタリーブレンド環境という極地に到達しました。少しでもあなたのチャクラを開けるようですと幸いです。やり方はわずか3ステップです。ステップ0、 iPhone にマジックスタンド M 用のドッキングシートを貼った上でモフトさんのスナップオンを普段使いしておきます。スマホと一緒に免許証など持ち運べつつスタンドにもなる超優れもので、僕は2年以上ずっと愛用してます。ドッキングシートのせいでマグセーフ充電をミスりやすくなるデメリットがあるんですが、そこは己の体に正しい位置を叩き込んでなんとか克服しましょう。ステップ1、モフトスナップオンとマジックスタンド M を入れ替えます。 iPhone への目線を上げつつ有線キーボードを突き刺すスペースも確保できます。ステップ2、3話サプライ師匠の USB 切り替え機を召喚します。有線キーボードを切り替え機につないで iPhone と iPad に枝分かれさせます。 iPhone のライトニング端子には OTG 機能付きコネクタをかませる必要がある点はご自愛ください。この怪しげなコネクタを使いたくないとか iPhone にモバイルバッテリーで給電しながら作業したいって同士の方は Apple 純正のライトニング USB3 カメラアダプタを使うのもありです。ただこれだとさすがに MacBook でいい。ステップ3、最後に地獄のケ
ケーブル追い込みです。僕の方で全部やっときました。桁違いに柔らかい Type-C ケーブル 20cm、 キーボードと USB 切り替え機の接続はこれで決まりです。ラスタバナナ氏の柔らかい Type-C to Type-C ケーブル 30cm、 理想の書斎作り調べではこの長さとこの柔らかさは唯一無二な至高の一品です。タイプ B から C への変換コネクタ、タイプ C に置き換えるととりあえず幸せになれます。マグネットコネクタ、このチャンネルでは何度も紹介してますが、抜き差しが楽ちんでコネクタの物理負荷もゼロにできて超絶おすすめです。その他の厳選おすすめアイテムや活用法もサクサク紹介させてください。画面が小さい分、先っちょも極細視差改善ペン先にしとくとナイスです。ペーパーライクフィルムはもともと貼ってたやつプラス新規の3枚の合計4枚試した末にエレコム先生の噛み心地フィルムしっかりタイプでゴールしました。表面のザラザラ摩擦具合だけじゃなくって厚みと柔らかみによるペン先の沈み込み具合も書き味に大きく影響するってのはとっても勉強になった次第です。 iPad mini を分割キーボードなどと一緒に持ち運びたいって同士の方はブラックエンバーさんのコンパックっていう巾着袋が現時点で最強の選択肢の一つになると思います。厚みは実測10センチ以上あるんで結構いろいろ入ります。持ち手を外してガバッと開くともはやガジェットポーチになります。小学校時代の給食袋のようにデスクの横に引っ掛けておけますね。クリッパも一緒に使うと吉野家の狭い席でも全然困りませんし、スタバでもすぐ手の届く範囲に引っ掛けられて便利かつ安心です。傷つきが心配な時だけハーバーロンドンさんのマイクロファイバースリーブの出番です。ごついメジャーと一緒に買い物に持っていく時とか出張の時なんかに使っています。それでは理想の資材作り流活用方法も紹介させてください。デスクではいつもど真ん中に置いてて、ちょっとした計算やスマート照明のコントロール、長文メールの項目書き出し、図を書いての考え事なんかにパパッと使えます。ちなみに近所のおばさん曰く、紙と鉛筆で自分の考えや疑問を書き留める習慣がない人で偉業を成し遂げた人はおらへんでとのことです。また別のある研究では人間は1日に6万回思考してるって話もあります。この6万回の思考全てが不毛でわい雑な煩悩でコンプリートされてるって同士はさすがにいないはずです。1% でも人生を良い方向へ進める思考が紛れてればそれだけで600個もあります。これはもう Apple Pencil で書き留めるしかないと思います。ちなみに散歩や運転中、布団の中なら Apple Watch で音声メモするといいです。ドラフトっていうアプリならそのまま文字起こししてくれるんで、後から Mac や iPad からサクサク見返せます。iPad が別の作業とか子供に使われてたりで塞がってたり、紙で残したり人に渡したいメモなんかはグローブメイドさんのノートパッドが超お気に入りです。パッとメモってさっと取れます。すいません、話を戻します。 Apple 純正無限キャンパスアプリのフリーボードを使ってデスクのモニターで全体感を把握しつつ、手元の iPad mini でペンや指でブレストするのもおすすめです。写真を撮って寸法を書き込むのも DIY や家具の買い物でめちゃ役立ちます。出張ではサイドカー機能で MacBook のサブモニターに早変わりです。 YouTube 動画作りでもカメラ映像を表示させたり、撮影プランのシートを確認したり、カンペを表示させたり、サムネを作ったりと大活躍すぎ散らかしてくれます。とはいえ iPad mini は決して万能マシンではないんで、どうしても注意してほしいことがあります。バッテリー持ちははっきり言って悪いです。朝からがっつり使うと夕方前、場合によっては昼過ぎには力尽きちゃうんで、充電環境かモバイルバッテリーが必要ですね。勉強にも向いてないと僕は思います。ノートが窮屈で勉強しづらいってのはそれだけで致命的な欠点です。いないとは思うんですが、もしもこんな沼動画をここまで見てるアバンギャルドで受験就活成功不可避なマニアックな学生同士の方がおりましたら、勉強用 iPad としては画面の大きい iPad Air や iPad Pro 12.9 インチの最安構成か、あるいはバッテリーの心配が一切不要な電子ペーパーを何卒お勧めさせてください。今回ご紹介したアイテムは全て概要欄に記載しておきます。ご質問ご意見など遠慮なくコメントいただけると嬉しいです。それにしても長かった流行り病もようやく落ち着きつつありますね。今こそ書斎を捨てよ、街へ出よう、そんなアクティブな毎日のお供は iPad mini でガン決まりです。今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。理想の資材作りでした。